プラス AI ニュースラボ。この話、一見するとすごくシンプルに見えるんですけど、実は2つの全く違うストーリーが同時に進んでるんですよね。2つのストーリーですか？はい。一つは身を切る改革という非常にわかりやすい国民へのアピールです。で、もう一つがもっと複雑な政党間の力利確。特に日本維新の会との協力関係を固めるための取引、そういう側面があるんです。なるほど。ではまずその分かりやすい方、身を切る改革からいきましょうか。政治家が自らの数を減らすっていうのは、今の政治不信の中では確かに心に響くメッセージですよね。そうですね。具体的には衆議院の定数、今の465議席を、だいたい1割ぐらい減らして420を超えない範囲にするという話ですね。そうです。でも物語が本当に面白くなるのはここからなんです。ほう。情報源を深く読んでいくと、これが単なる改革アピールじゃないってことが見えてくるんです。むしろこれは与党が日本維新の会との協力関係を確保するために支払う一種の対価だっていう側面がかなり強い。対価ですか？維新の会はこの定数削減を協力の絶対条件としてずっと掲げてきたわけです。つまり削減そのものがゴールというよりは、それを実現することで得られる政治的な協力関係こそが与党の本当の狙いじゃないかと。なるほど。政治的な取引というわけですね。ただそうなると疑問が湧きます。仮に議員の数が減るとして、それって私たち国民にとって本当に良いことなんでしょうか？はい。効率が上がるっていうメリットを言う声もありますけど、情報源が指摘している懸念はかなり深刻に聞こえますよね。その通りです。最大の懸念はいわゆる代表性の低下ですね。代表性の低下。つまり国民の多様な声が国会に届きにくくなるっていうリスクです。そしてあなたが注目すべきなのは、単に数が減るってこと以上に、じゃあどの議席を減らすのかっていうその点なんです。そこですね。ぜひお願いします。はい。小選挙区を減らすのか、それとも比例代表を減らすのかという話です。もし人口が少ない地方の議席が多い小選挙区を減らせば、地方の声がますます政治の中心から遠ざかってしまう。一方で、各政党の得票数に応じて議席が配分される比例代表。これを減らせば、今議席を得るのが難しい、少数政党への直接的な打撃になりますよね。なるほど。つまり、この選択って単なる事務的な調整じゃなくて、誰の声を政治からある意味で消すかという、ものすごく政治的な決定になるわけです。それはかなり重い選択ですね。しかもその進め方として、プログラム法案っていう言葉が出てきてますけど、これは一体何なんですか？なんだか難しい部分を先送りしているようにも聞こえますが。まさにおっしゃる通りです。プログラム法案っていうのは、今は政治的な約束手形みたいなものですね。約束手形。まず削減しますっていう大きな方針だけを決めて世論の支持を得ておく。で、一番揉める、どうやってどの議席を減らすかっていうその肝心な部分を後回しにする。情報源が懸念しているのは、この一番難しい部分が結局密室での話し合いで決められてしまうんじゃないかっていうリスクです。なるほど。プロセス自体にもちょっと民主的な懸念があると。もし議員の数を減らすことにそれだけの危険が伴うんだとしたら、情報源は政治への信頼を取り戻すためのもっと良い方法を何か示唆してたりするんでしょうか？示唆されていますね。それは数ではなくて透明性の改革です。透明性。はい。例えば議員が受け取る月100万円の経費、いわゆる文書通信交通滞在費の使い道を完全に公開するとか。ありましたね。あるいは法案が作られるプロセスをもっと国民に見えるようにすることとか。こういう見える化こそが政治不信を解消する上でより本質的な一歩じゃないかと指摘されています。なるほど。今日の話をまとめると、議員定数削減は身を切る改革っていう分かりやすい看板の裏で、政党間の協力関係を築くための取引という側面が強いと。そしてその実現方法によってはあなたの声が政治に届きにくくなるリスクをはらんでいる。だからこそ単に数が減るかどうかだけじゃなくて、そのプロセスとか中身こそが重要だということですね。その視点が不可欠だと思います。最後に一つあなたに考えてみてほしいことがあるんです。はい。今回の議論って議員の数を減らすかどうかにすごく集中してますよね。はい、そうですね。でも私たちが本当に問うべきは政治家の数じゃなくてその質なんじゃないでしょうか。
議席を減らす代わりにもっと多様な背景を持った有能な人材が政治家を目指せるような仕組み、例えば立候補のハードルを下げるとか、議員のサポート体制を強化するとか、そういうことこそが本当の改革につながるのかもしれません。少し考えてみてください。